回の産業まとめ。勢いが止まらない原因不明の発熱。事実上世界一かも。北朝鮮単独で乗り切るつもり。最近新型コロナウイルスと思われる原因不明の発熱が全国で大流行している北朝鮮ですが、その勢いが止まらないようです。5月12日は1日で、全国で1万8000人余りが発熱したと報じましたが、13日には17万4440人と発表。さらに14日には29万6180人余りが新たに発症したと発表しています。現在1日あたりの新規陽性者数は米国の10万人弱が世界一ですが、仮に新型コロナウイルスであればこれを超える勢いとなります。医療体制が整っている米国ですら毎日の死者数が300人前後ということですから、いずれはこれを大きく上回ることが予想されます。しかも、無症状感染は一切カウントされていないため、潜在的な感染者は数倍に上るとも考えられます。死者数については13日の時点で6人と発表されていましたが、14日の発表では21人、15日の発表では15人とされ、合計52人に上っています。金正恩総書記は中国が収めた先進的で豊富な貿易成果と経験を積極的に学ぶとしていて、ゼロコロナ政策に踏み切る模様です。また、建国以来の大動乱であるとして、貿易政策と人民の一心団結でこの危機を克服していくとしています。よって国際的な協力の枠組みを使わず、単独、または中国との協力のみで乗り切ろうとしていると予測されます。編集所感。今回の概要。ゼロコロナに対する無知。科学的対策なんてできない。失敗が予想される。北朝鮮で新型コロナウイルスと思われる原因不明の発熱の大流行という報道には誰もが驚いたかと思います。しかし当然その第一報でことが収まるわけでもなく、さらにとんでもない速度で拡大しているようですね。ちなみに北朝鮮の人口は約2500万人。日本の5分の1、韓国の半分、中国の上海とほぼ同じです。人口密度は低いけど、北朝鮮の場合は全て症状が出た人の人数ですから、仮にこれが全て新型コロナウイルス感染者だとするととんでもない数です。人口の 1% 以上が発症したということですから、このペースで1週間もすれば、1割以上が感染ということになりますね。この状態でゼロコロナ政策をやるなどと言っているのですから、これがどれほど間抜けなことかわかるかと思います。そもそも中国が行っているゼロコロナ政策は徹底して検査を行って、無症状感染者を排除することで成り立っています。発症した人を隔離するのは普通のことで、ゼロコロナ以外でも普通に行われていますよね。中国の真似をすれば良いだろうというのは金正恩総書記の発言ですが、見識のなさが世界に発信されたと言えるでしょう。なんかね、患者に対して科学的な治療戦術と治療方法を合理的に導入なんて言っていますけど、そんな設備や医薬品どこにあるの？と思います。その上で、お互いを助けるために与える私たちの社会の徳と情は、どんな最新の医学科学技術よりもより威力のある貿易対象の秘訣、担保になる。と金正恩総書記が発言していますけれども、徳と情は科学的なんでしょうかね。大丈夫？これ。あとね、死者発生理由について、次のように説明しています。ほとんどの場合、科学的な治療方法をよく知らなかったことから、薬物過多服用をはじめとする過失として人命被害がもたらされた。これはエリートの誰かが亡くなったんですかね。薬物の過剰服用ってお金持ちかすごい病院じゃないとできないですよね。ここで新たに疑問として浮かび上がってくるのが、死者数って何をどうカウントしているんだろうということです。6人とか21人とか15人とか発表されましたけど、これ、本当に全国の発熱で死亡した人数なんでしょうかね。平壌のエリート層の死者数じゃないよね。推測に過ぎませんけど、地方ではもっと多くの人民が亡くなっているんじゃないかと思います。でもこれからかな。死者数拡大は通常感染拡大から遅れて曲線が上昇しますからね。おそらく食い止められないでしょうし。もう一つ指摘したいのが、回復人数について、寛解という北朝鮮語を使っていますが、これは完全回復ということ？
この人数がべらぼうに多いです。当初、35万人中16万人以上が完全回復したと発表。翌14日の発表では、8万人余りが回復、15日の発表では25万人余りが回復したと発表しています。これまで82万人発症していて、半数以上は完全回復しているということです。オミクロン株だとこんなもの、それとも風邪とかも含まれているから。まずは検査体制を整える必要があると思いますが、検査キットは中国から購入するのかな？国内生産できそうにないですよね。それと全国的な封鎖を行うと言っていますが、経済活動への影響は考慮されているのでしょうか？私としては、ここまで状況が悪化している場合は経済活動を優先すべきではないかと思いますね。友好関係から中国を持ち上げたのはわかりますが、今話題になっているゼロコロナ政策の副作用について考える必要がありますよね。申し訳ないけれども金正恩発言にあったように、党組織の無能と無責任、無役割が問題だと思います。金正恩はこれを感染拡大の一因としていますが、これからの感染対策も、無知と無能力によって失敗すると思います。まさかここに来てこんな感染症で国家が揺るがされるとはね。ちょっとその末路を見てみたいものですね。なんかもうダメそうだね。北朝鮮。私もそんな感じがする。軍事的な国防政策は頑張っているけど、感染症対策は無能だね。無能って、やばくない？いや、ゼロコロナなんて無理でしょ。オールコロナでいいんじゃないの？目指せ集団免疫で。それ、どこかの国で失敗したよね。多分ね。とにかく閉じ込めればゼロコロナだと勘違いしてるよこれは。中国はそれやってるよね。検査に基づいて細かくブロック分けしてやってるよね。そうしながらなんとか経済を回そうとしている。北朝鮮がこれからやるのは単なる活動停止なんじゃないのかな。国が傾くと思うけど。もう傾いてるのにさらに？下手したら致命的なダメージにもなりかねないね。ワクチンないんでしょ？どうして？なんかメッセンジャー RNA 系じゃないと嫌だとか言って、コバックスの割り当てを拒否してるんだよ。アメリカの会社のってこと？そう。なんなんだろう。ワクチンくれたら対話するとか政治的な駆け引きでもしてるのかな？で、アメリカはあげないって言ってるんだよね。そりゃそうでしょ。メリットが何もない。多分治療薬も同様だろうし、とにかく協力しないだろうね。中国はきっと協力するんだよね。韓国は結局どうなの？極東アジアの協力体制みたいなのがあって、それを通じてやろうとしているらしい。あんなのあってないようなものだけど。何それ？そんなのあった？ムン・ジェインが北朝鮮を支援するために中国やモンゴル、日本を巻き込んで作った枠組みなんだけど、どうやらまともに機能していない。北朝鮮がやる気ないからでしょ？なんか潰れちゃったりしないのかな？国が？そう。金正恩が感染してほら、ああなったりして。なんか違法に入手したワクチン打ってそうだけどね。集まれ、白雪姫のてんこ盛り。転職して郵便局で働き始めた夢を見たよ。公務員じゃないのか今は。郵便局っていうことは窓口業務？窓口じゃなくて奥に座ってる方。私に与えられた仕事はね、郵便局の預金通帳を書き換えるお仕事。古い預金通帳でもう使っていない人のをね、新しく契約した人たちの名前に書き換えるの。前の人がいつまで使っていたのか再確認して、本当にもう使っていないかちゃんと確かめるんだよ。そうしないと新しい人が使った時、わけわかめになっちゃうからね。使い回すからわけわかめになるんじゃないの？夢の中だからこれは現実にはありえない話なんだけど、ありえなかったのはその次のシーンだよ。自分で見ている夢だけど、夢の中でもなんじゃこの夢は、ってびっくりしたんだよ。まあ、いつもとんでもないよね。新しく契約する人の中でね、VIP のお客様が何人かいるらしくて、郵便局の先輩が、VIP のお客様にはこの封筒を使うのよ、って特別な封筒を出してきたの。
なんか突っ込みどころいっぱいあるけど。その先輩の机の上には虹色に輝く水槽が置いてあってね。中にはふわふわってちっちゃいタコが何匹も泳いでいたの。タコは切手くらいの大きさだったよ。職場の机に水槽を置くなんておしゃれな先輩だなって思っていたんだけど違ったんだよ。先輩は、VIP のお客様の封筒はこのタコのエキスで封をするのよって言って水槽からタコを一匹取り出して軽く絞ったんだよ。そしたらチューって口から粘りのあるエキスが出たみたいで、それで封筒に封をしていたんだよ。ただのノリ？特別なノリみたいなんだよ。それで、はい、白雪さん続きやっておいて、って水槽をくれたんだけど、私には無理だったわ。タコつかめなくて？だってタコノリって聞いたことないし、チューってタコノリ出した後、そのタコは白目向いて放心状態になって水槽に浮かんでたし、かわいそうじゃん。それで、ダメだこりゃ、ってつぶやいたら目が覚めたよ。ところでなんでそのタコのエキスなんだろうね。剥がしやすいのかな？ VIP 専用の高級海苔みたいだよ。タコ海苔じゃないと失礼に当たるって先輩女性が言ってたよ。ところで、郵便局に転職したいとは一回も思ったことなかったんだけどね。まあ、憧れるような職業ではないよね、きっと。